フクロウ朗読。芥川龍之介作羅生門第10話。何をしていた？いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら、目を眼球がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのように執念く黙っている。これを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った。斧は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅のものだ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上何をしていたのだが、それを斧に話しさえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからしわでほとんど花と一つになった唇を何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からぬえの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳に伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしようと思うたのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時にまた前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中に入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から取った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。芥川龍之介作羅生門第10話をお送りしました。